それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は他に好きな人はいますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回はですね、タロットカードで、あなたとお相手の近未来の恋の様子、そしてお相手と他の異性、他に好きな人はいますかっていうことについて、もう一つタロットで展開していきます。はい、それでは見ていきます。まず上の段があなたとお相手の関係性、下がお相手と他の異性、お相手は他に好きな人いますかっていうことでテーマで見ているカードで、1枚ここに補足もらっていきます。他に好きな人いないと思います。結論から言って。で、あと1枚だけ補足、ルノルマンで下の段にもらっていって、上の段にも、アドバイスカードもらっていこうと思います。はい、1枚もらっていきましょう。太陽のカードですね。まずお相手が人としてまたは異性として人気のある方だなっていうのは伝わってくるんです。人間力のある方、魅力的だなっていうふうに思うんですが、じゃあだからといってお相手が今他に好きな人いるのかなっていうふうに見ると、なんかそうではなくて、確かに人として周りの人に親切にしていたりとか丁寧な対応をしているとは思うんですが、そもそもそのお相手のことを今好きだ、狙っているっていう人がまずいないっていうことと、もしいるとしても隠れファン的な存在で、そのライバルと言える存在が自ら名乗りを上げるかって言ったらそうではないのかなっていう感じがします。で、お相手も、そうですね、周りのことをよく気遣っているし、よく見ているなっていう感じはするんですけど、話しかけられたら答えるよっていうようなスタンス。なので、人間力のある方っていうところに落ち着いてるのかなっていう感じがしますね。誰かと恋が発展するっていう可能性は、今のところ低いのかなっていうふうに思いますね。そしてあなたとお相手との関係性なんですが、まずそもそもあなたが動けていないですよね。だけど急激に物事が変わっていくこと、それを願っていますよねっていうギャップがまずあるんですね。変化がある。それはギャップっていうのは、あなたが自分からは動けないけど向こうから来てくれると嬉しいなっていうふうに思っているそのギャップか、またはその自分が動けないからこそ流れが変わっていって動けるような関係性とか、自分が動けるような環境にしていきたいなっていきたいなっていうふうに思っているか、そういうギャップがあるんですね。変化に対して対応していきたい自分と、対応どこまでできるかな自分っていうところのギャップを感じるんですね。変化に対する思考のギャップかな、思考と行動のギャップを感じるので、やりたいと思っていてもできなかったりとか、やろうと思っていても考えすぎてできなかったりとか、そういうちょっとギャップを感じるので、お相手とはまた違うところにあなたが考えを持っていってるのかなっていう感じがします。お相手はあなたに対してすごく穏やかな気持ちを持っていて、あなたと一緒に話をしていると楽しいし、穏やかな気持ちになれるし、仲良くしていきたいっていうのも感じている。で、一方で周りの人に対しても同じように多分接するので、あなたとしては周りの人にも優しくしてるし、自分にも優しくしてくれるし、この人の好きな人って一体誰なんだろうっていうような不安や心配な気持ちを抱えるかもしれないんですが、今もうちょっと時間を置いて見極めていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。アタックすればいいのかなっていうふうに、もうシンプルに出てきてると思うんですね。課題点としてはソードのナイトのカードが入っていて、じゃあお相手に対してあなたって動けているのっていうふうに
ズドンと聞かれてるような感じで、あなたはいや、そう聞かれると自分からは動けていない、積極的にアプローチできていないんですよねっていうのが答えとして入ってくるんですね。お相手としては話しかけられたら全然話するよとか仲良くしようっていうようなスタンスを持ってくださっているので、どんどん話しかけていって仲良くなってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと補足でもう1枚もらっていきましょう。今のところ周りの異性とお相手には距離感っていうのを感じるので、もちろんそれはあなたのところにもあるんです。なのでそのお相手が誰か特定の人を好きっていう感じがあまりしなくて、あなたと仲良くなっていくチャンスは十分にある。で、逆を言えば他にも他の異性ですねがもしお相手に好意を寄せる人が出てきた時にお相手がそっちに流れていく可能性もあるので、今お相手のことを狙ってる人がいないからといって油断してはいけないよっていう風に出てきています。はい、月のカードですね。やはりロマンチックな出来事、ムードっていうのを作っていくといいのかなと思います。今の関係性上、なかなかそのロマンチックな関係になるのはちょっと難しいなっていう風に思ってる方もいるかもしれない。だから動きにくいなっていうソードの8なんですよね。ロマンチックムードになかなかしづらい。例えば公の場所での関係性があったりとかするので、デートに誘うのがちょっと気遅れするなっていうのもあるかもしれないんだけど、思い切って勇気出してお誘いしてみてっていう風にアドバイスが入っています。そうすると物事が急激に変わる、好転しますね。どういう風になるかって言ったら仲良くなる、プライベートの関係になったりとか、もう実際にデートして気が合うとかね、そういうこともありえます。今お相手には好きな人はいないし、他に好きな相手もいないので、他の異性に対しては距離はあるけど、でもみんなに対して平等に優しくしてるんじゃないかなっていう感じがします。これからあなたとお相手は仲良くなる可能性は十分にあります。あとはあなたが動いていけるかどうかです。お誘いしてみてください。乗ってくれると思うんですよね。なので、ここは自分から物事を動かしていく時なんじゃないかな。そして好きなお相手と、あと他の異性ですね。なんかそのお相手が他の異性との恋愛を育んでいくっていう展望があまり出てこないんじゃないかな。今はですよ。でも未来はやっぱりまだわからないので、誰に対しても優しいからっていうのがあるので、このあなたの好きな人がこの人だっていうふうに決めた人ができたらはっきりと変わるかもしれないんですが、この辺りを見てみましょうか。お相手気持ち的にはあなたに対するお気持ち、あなたに可能性はありますかっていうところでもらっていこうと思います。これからあなたが動いていけば可能性は広がっていくでしょうか。はい、こちらのカードです。鳥、バード、可能性としてはあるんじゃないかなっていうことですね。おしゃべりをたくさんしてください。コミュニケーションをする、連絡を取り合う、連絡をしてください。月はロマンチックなムードを表しています。デートにお誘いしたりとか、ロマンチックな雰囲気を作るっていうのもいいでしょう。コミュニケーションですね。そうするとこのお相手の心に響いていくと思います。可能性はすごく高まっていきますので、あなたのアプローチがここは必要かなっていうふうに出てきていますね。では最後にオラクルカードからのアドバイスもらっていきましょう。まずは今のところお相手は他の異性と仲がいい人がいるかもしれないけど、特段この人が好きみたいなことはないので、今のところ、大丈夫かなっていうのはあります。はい、ではラッキーカラーを見ていきます。オリーブグリーンです。黄緑、暖かい光を感じて成長していく。こちらのラッキーカラーも取り入れてみてください。そしてタロットからももらっています。こちらはつられ人のカードですね。そしてコズミックバーオラクルからはウイスキーゾーン、納得できないことも役割や学びとして捉えて、ウイスキーの味わいが苦味や渋みの中にあるように。はい、そしてこちらがプレゼンス、存在感。そしてフェアリーのカードから、このカードは主語を表しています。
守るもの、あなたを守ってくれる存在という意味ですね。こちらからもメッセージをもらっていきましょう。まずはピンチを味方につけるチャンスデーです。今の自分にしかできない選択をしていきましょう。今はちょっと動きにくかったり、何かが止まっているような感覚があるかもしれません。ソードの8が出ているので。でも実はそれこそがご縁を深めるためのヒントが眠っているタイミングなんです。例えば連絡したいのにできないと感じているんだったら、それは今すぐ動くことよりも今の自分を整えることの方が大事だよというサインです。焦る必要はありません。立ち止まる時間はあなたにしか見えない景色を見せてくれる特別なギフトです。この時期は納得できないことに出会いやすいかもしれません。けれどそういった出来事も学びや役割として見ることができれば心がすっと軽くなります。例えばちょっとしたすれ違いや沈黙もお相手との間に静かな信頼を育む時間かもしれません。今のあなたには存在感が自然と宿っています。こちらですね。無理に何かをしようとしなくても、そこにいるだけで人の心を安心させられる力があります。だからこそあの人との関係も無理をしないで自然と深めていきましょう。ではおすすめの過ごし方を紹介します。今日は今の自分の役割に目を向けてみましょう。例えば誰かの話を聞いてあげるだけでもあなたの魅力は伝わっていきます。頑張るより緩むことを優先しましょう。睡眠時間をしっかりとって、そしてスマホなどの画面から目を離して深呼吸をしていきましょう。落ち着いた雰囲気のカフェや静かな公園など、静けさに身を置いて自分の気持ちにそっと耳を傾けてみることもおすすめです。では身につけると良いアイテムもご紹介します。まずは琥珀色。深い琥珀色のこのウイスキーの色のようなアイテムです。渋みの中にも温かさを感じる色が心の余裕を育んでくれます。またコットン素材のリラックスウェアもいいでしょう。肌触りの良い服は自分に優しくする第一歩です。心の緊張もほどけやすくなります。そして同じくラッキーカラーの黄緑色。暖かい光を感じること、そして緑ですね、黄緑の色を感じる。植物でもいいし、自然でも大丈夫。そして食べ物でもいいですね。黄緑を取り入れてください。それはあなたの成長につながります。そして今のあなたで大丈夫。今ここにいること、それだけで十分素敵なことです。どんな時間もあなたの物語を美しく彩ってくれます。ラッキーカラーは黄緑、またはウイスキーのような深みのあるブラウンですね。そして新しい視点を取り入れるためにも様々なこと、開運アクション取り入れてください。緩むこともいいでしょう。睡眠時間をしっかり確保することです。ではお選びいただいたオラクルカードよりメッセージをもらっていきます。このカード、地に足をつける調整力というメッセージです。キーワードは調整、受容、受け入れるってことですね。そして一体性です。あなたは今心と体のバランスを整えるタイミングの中にいます。日々の忙しさや情報の多さに少し疲れてしまった時、そんな時は少し立ち止まって深呼吸をしてみましょう。ここにある石はハーキマーダイヤモンドです。この石は心のモヤモヤをクリアにして頭の中をすっきりさせてくれます。まるで朝の光のようにあなたの思考を明るく照らしてくれるでしょう。そしてこの石はあなたの本当の気持ちに気づかせてくれるサポーターでもあります。過去の不安や迷いをそっと浮かび上がらせ、優しく手放すきっかけをくれます。そしてこちらにあるアーススターチャクラ。このチャクラの働きによってあなたは地に足のついた安心感を得ることができます。これは心がふわふわしている時に、今自分はここにいるのだという感覚を取り戻すための大切な力です。おすすめの過ごし方は自然の中で裸足になること。芝生や砂浜、公園の土の上でも構いません。足の裏から地面の温度を感じるだけであなたの中にある調整力が目を覚まします。その瞬間、あなたは自分自身としっかりつながって周囲との関係も穏やかに整っていくでしょう。あなたは地面にしっかりと立つ。
そして心と体を整えながら安心して今を生きてください。大丈夫、穏やかに過ごしていきましょう。こちらのオラクルカードからのメッセージもお届けしてきました。そしてお相手と仲を深めていくコツや可能性についても出していきました。1番さん、今回お相手と仲深めていけそうです。そしてお相手は他に好きな異性がいない、今のところいない。だけどみんなに対して優しいので少しやきもきするなっていう感じはするんですが、そこを落ち着けてお相手と自分の仲を育んでいかれてください。応援しています。今回はお相手他に好きな人いますかっていうのをテーマに見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は他に好きな人はいますかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回はタロットカード上段と下段に分けて見ていきます。上があなたとお相手の関係、下がお相手と他に好きな人いますかっていうことに対しての答え出していこうと思います。はい、それでは見ていきます。まず上段があなたとお相手の関係性です。あなたのところで、こちらがですね、ワンドのページ、そしてお相手がですね、ソードの9番、そして課題点のところにワンドの7番と、こちらがソードのクイーンのカードです。で、今回2番さん、クイーンのカード多いなっていう印象を受けています。下がお相手と他の異性のことについてなんですが、まずカップの7番とカップのクイーン、そしてワンドの4番とカップの5番っていうことで、タイプの違う異性がいるかなっていう感じを少し受けますね。で、補足で出したカードもペンタクルのクイーンなので、まずこの人がモテるなっていう感じがします。モテるのか、気が多いのかっていう感じで、そしてこの人のことを好きな人も複数人いるかなと思います。カップの7番なので実態があんまりはっきりしていないんですよね。わかりやすく言うんだったら、アプリで知り合って、だけどまだ実際には会っていないけどいい感じの子が何人かいるみたいな感じですね。 SNS でつながってるんだけど、でも実際には会っていない。なので実態は見えていないんだけど、何人かいいなって思ってる子がいるんじゃないかなっていう感じで、お相手なんか他にも好きな人というか気になる人がいるんじゃないかなっていう感じだけど、じゃああなたのことを嫌なのかとか可能性ないのかって言ったらそうでもなくて、あなたにはあなたの魅力があって、他の子には他の子が魅力があってっていう風な、そういう状態。みんないいよねって、なんか本命が一人いるっていうわけではなくて、いろんな子に対していいなっていう風に思っているような感じもしますし、今あなたに対してソードの9番が出てるので、あなたに対して気はあるんだけど、でもうまくいかないんじゃないかな、あなたと恋愛関係になるのはちょっと難しいのかなっていうのを感じてる可能性があります。それに対して2人でどこまで粘り強く取り組んでいけるのかっていうのが課題点になっています。この恋結構厳しいですか？なんかこう恋愛関係になりたいんだけど、そのうまくなれない原因がどこかにあるような気がするんですよね。生活の環境だったりとか、
で、お相手がどこに対して悲観的に捉えているのかなっていうのを1枚出していきます。あなたに魅力を感じてるんだけど、恋愛関係ってなるとそれはちょっと難しいのかなっていうふうに思っています。恋愛対象としては見ていますが、なのでスムーズに流れていかないところがあるんじゃないかなと思います。ブーケのカードですね。そうですね。なんか自分はあなたに対してやっぱり恋愛対象として見てるんだけど、あなたがやっぱり自分とは恋愛関係にはならないんじゃないかって途中でくじけそうになったりとかするタイミングがあったみたいです。前にいい感じになったとか、お互い気があるんじゃないかっていうふうに思ったところがあるんだけど、それが結局2人が正式に交際するところまでには至らずに、ちょっと離れてしまったりとか、お相手のところでやっぱりときめく気持ちもあるんだけど、一歩引いてしまうところがあるみたいなんですよね。うん。じゃあ他の異性に対してはどうなのっていうところで見ていくんですが、この人心の拠り所を求めているなっていう感じがします。誰かと常に一緒にいないと不安みたいな、そんなタイプの人かもしれないですね。だけど他の人と一緒にいても自分の心は満たされないっていう風になってるので、誰か特定の人と付き合うっていうよりは、今なんかちょっとフラフラしているような感じがちょっと見受けられるかなと思います。っていうことを聞いて、じゃあいいですっていう風に、コメントいただくこともあるんですが、ちょっとその感じた通りにお伝えさせていただきますね。ちょっと厳しい結果に今回なるかもしれないです、2番さん。でも、お相手があんまりはっきりしないなっていう感じがします。特定の誰かを好きっていうわけではなさそうなんですね。なので、なんかみんなに対して、あの子もいいな、あの子もいいなっていう風なそんな状態である。で、自分の心の拠り所をいつも探しているんだけど、結局そこが見つからなくってずっとさまよっているっていうような感じ、そういう状態からもう抜け出していかなきゃなって自分の中で思ってるんだけど、でもやっぱり誰かと一緒にいたい、ぬくもりを感じていたいんですね。それがあなただったらいいのになっていう風に思うんだけど、でもあなたとこのお相手は恋愛関係になるには障害がありそうな感じがします。この人が一歩引いてるので、ここまで人のぬくもりを欲しがってるのに、じゃあ一歩引いちゃう理由ってどこにあるのって言ったら、前にいい感じになったんだけど今ずれてるっていう感じもしますし、何かご家庭の事情だったりとか、そういうことも感じますね。じゃあ他の異性と付き合うんですかって言ったら、いいなって思ってるのは何人かいるんだけど、結局自分の心が満たされないとか、相手の気持ちを満たしてあげることができなくてうまくいかないっていうのが入ってくるんですね。なので、じゃあどうしたらいいのかなっていうところにシフトチェンジして見ていった方がいいのかなと思うんです。そこでこのアドバイスカードがペンタクルのクイーンのカードで、あなたがもちろんね、受け入れる力っていうのは持ってるんですが、お相手とどんな絆を育んでいくのかっていうのが重要なポイントになってくると思います。あなたの状態が、ワンドのページのカードなんですが、もう1枚補足出していきましょう。はい、これもバンドのキングのカードですね。あなたの方で自分の環境的にも何の問題もなくお相手にまっすぐ向かっていける。その状態であれば、その情熱をいかに絶やさずにお相手との仲を育んでいけるのかっていうのがテーマです。もしご自身の中にやっぱりこのお相手が一歩引いてしまう原因が心当たりがある方っていうのは、やっぱりそこがどうしても拭いきれないのかなっていう感じがするんですが、あとは、でもまっすぐ進んでいけるよっていう方は、情熱を持って諦めずに進んでいくことが大切です。そして時々その状況を見て、お相手が周りの人に対してどういう態度をとってるんだろうで、あまり神経質にならないことも大切です。で、この人は今、心の拠り所を安心できる場所を探しているんだ。
それがいつか自分になればいいなっていう気持ちで今は仲を深めていくことが大事。じっくりと仲を育んでいくこと、アプローチかけることが全てではないので、お相手の気持ちがどんな風に動いていくのかっていうのを見ていきながら、そして程よく自分でアプローチをかけていくこと。お相手があなたとの関係性において引いてる状態なんですよね。なんでそんな風に引いてるのかなっていうところもよく見てください。で、ヒントになるのがこのブーケのカード。前に一旦いい感じになったとか、デートのお誘いがあったんだけどダメになっちゃって、それで自信を失ってしまったのかもしれないし、なんか自分は不釣り合いなんじゃないかなっていう風にお相手が自信を持てなくなってしまったりとか、くじけそうになってしまって、そして他にいい子がいるのかなっていう風に、自分には他にいい人がいるんじゃないかなっていう風に、他の人に目を向けていくような流れになっているんですが、結局いろんなところを渡り歩いていっても満たされないし、満たしてあげることができないっていうところで、そこではっていうことで、あなたがどんな風にお相手とそこまで仲を育んでいくのか、そのお相手がそこに気がつくまでに、結局自分って自分自身も満足できないし、誰かのことも満足させることもできない、そういう関係性を築くことができないんだってなった時に、そこであなたはどんな立ち位置にいるのかっていうところがポイントになってくるのかなと思います。うん、少しお相手に対してイライラするようなこともあると思います。ぶつけたい、何なのとかっていうふうに思うところもあるかもしれないけど、でもやっぱりあなたが好きになった人、好きな人だし、この好きな人と自分がうまくいくためにはっていうところで、このブーケのカードも応援してくれています。喜ばしいギフト、これがお相手にとってどんな風に感じてもらえるのか、あなたが捧げるギフトっていうのはどんなものなのか、そしてお相手があなたにくれるものってどんなものなのか、それを冷静な目でしっかりと見ることが大切。もし自分一人では判断しづらいってなったら、お友達に相談したりとかするのもいいでしょう。みんなの意見を聞きながら、それでも結局最終的に判断するのはあなたですから、あなたがどんな風に、判断するのか、この状況にうまく乗っていくためにっていうことで、これからですね、変わっていくのは、まずはお相手が一歩引いてしまう原因を取り除いていけるものか、取り除いていけないものなのか、そこによっても大きく変わってくると思います。まずはラッキーカラーを1枚出して、そしてじゃあお相手に対してどういう風にアプローチしていけばいいのかっていうメッセージももらっていきましょう。はい、どんな風にアプローチしていけばいいのか、家のカードです。これは、2パターンあって、あなた自身のご家庭のこと、自分の住まいとか住居のこと、もしくは心の拠り所ですね。これがやっぱり大きなテーマかな。お相手にどんな風に接していけば、アプローチしていけばいいのかって言ったら、お相手の心の拠り所を自分だよっていう風に向けていくことですね。これを地道に続けていくことです。少しずつ少しずつ私なんだよっていうことをアピールしていくことが大切です。今は遠回りに感じるかもしれません。時間がかかるかもしれないんですが、お相手がやがて行き着くところは自分なんだっていうのを、あなたがどこまでそれを諦めずにいけるかどうかっていうのがポイントになってきます。はい、今回はお相手、他に好きな人がいますかっていうのをテーマに見ていっています。ではここでオラクルカードからのメッセージをもらっていきましょう。まずはフェアリーのカードからは Wait for Winter、 冬を待つっていうカードです。そしてこちらは Fortune、 未来、チェリータイム、Together Share、 一緒にやる、シェアする、チェリーのようにパートナーシップを大切にしようというカード。そしてラッキーカラーはインディゴブルーです。藍色、冬の夜のような静寂。これも冬っていう単語が入ってるので、冬にね、大きなきっかけ、転機が訪れるかもしれません。そしてタロットカードからは女帝のカードです。こちらからオラクルのメッセージもらっていきましょう。
愛もチャンスも引き寄せるあなたの魅力を開花するような時期。今のあなたはとても豊かなエネルギーに包まれています。人に与える温かさや思いやり、そして自分自身の中にある大切にしたいものに気がついている。そんな柔らかくて芯の通った状態です。あの人とのつながりに小さなチャンスがこれから増えていくでしょう。例えば何気ない会話や些細なお願い事、食事や買い物など日常の共有がその人との絆を深めるきっかけになりそうです。一緒に過ごす時間があれば、今日は一緒に〇〇しようとちょっとしたことでも提案してみましょう。心地よい距離感が生まれて、お互いにもっと安心して近づいていけるでしょう。恋愛に関しても愛がたまる、増えていくタイミング。今のあなたは欲しいものを遠慮なく受け取っていい状態です。これくらいでいいやではなく、こうなれたら嬉しいなとしっかりと願いを描くことが未来の引き寄せに大きく関わってきます。決して諦めないこと。では、おすすめの過ごし方を紹介します。一つ、おしゃれや美容に少し手間をかけること。女帝のカードが出ているので、そうすると気分が上がるだけではなくて、周りからの視線も自然とあなたに集まっていきます。ツヤのあるリップやふんわりと香るヘアミスト、優しい色合いのネイルなど、小さな工夫が恋愛運や人間関係に追い風を吹かせるでしょう。自分自身を着飾る、盛ることですね。そしておすすめの過ごし方2つ目、誰かとシェアをする習慣を取り入れる。例えばお菓子を友達と分け合う、映画の感想をお互いで話す、悩みを誰かに聞いてもらう。そんな小さなやりとりがあの人との距離を縮める鍵になっていきます。はじめは友達とシェアするとか家族と共有するっていうことから始めていって、次第にお相手と共有する、そういうところまで持っていけるといいかなというふうに出てきています。これもアプローチ方法の一つですね。では開運アイテムをお伝えします。こちらチェリーの絵柄が出ているので、チェリー柄や赤みのある小物がおすすめです。実りと共有の象徴がチェリー。持ち歩くだけで明るく華やかな木をまとうことができます。そして2つ目、柔らかい素材のストールやカーディガンです。こちら女帝からもらっています。母性や優しさを引き出して周囲との調和を深めてくれるアイテムです。柔らかい素材のストールやカーディガン、はい、そしてメッセージをもらっていきましょう。この先冬を迎える頃、今思い描いている本当の願いが形になっていきます。だからこそ今はこうなったら素敵だなと素直に思えることを大切にしてください。愛もチャンスもすでにあなたのすぐそばにあります。欲しがっていい、もっと頼っていい、笑っていいんです。遠慮せずにその手で受け取っていきましょう。あなたはもう与える側だけではなくて受け取る側にもなっていいんです。与え、受け取る、そんな循環がこれから未来訪れてくるでしょう。自分ばっかりが愛を与えている、そんなところから抜け出すんです。お互いが愛を分かち合う、そんなお相手との関係にこの冬変わっていくと思います。ラッキーカラーのインディゴブルーもぜひ取り入れてください。冬のような静寂、怒りとかネガティブな気持ちがふつふつと湧いてくるかもしれません。あの人ったらって。だけどここを落ち着かせて、どんな風に自分で冷静さを保ってお相手と向き合っていけるのか、愛を育んでいけるのかっていうのがテーマなんです。怒りをぶつけるだけってすごく簡単なので、もういいよとかいらないですって言ってしまったらそれでまでなんですよね。言ってしまっても終わりになってしまって、それでじゃあ後悔しませんかっていうところをもう一度考えてみて、やっぱり私後悔するって思うんだったら、やっぱりこの冬に向けて今できることを少しずつ積み重ねていく。そして怒りの感情やネガティブな感情は抑え込んで、今はぐっとこらえて冬を待ってみてください。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは広がる未来への第一歩というカードです。カードのキーワードは拡大、想像力、本当の自分です。こちらからメッセージをもらっていきます。あなたの中にはまだ見ない可能性がたくさん眠っています。最近もっと自分らしく生きたい、新しいことに挑戦したいと感じる瞬間が
増えていたのではないでしょうか。それはあなたの内側からのサインです。このノースノード、ドラゴンヘッドですね、があなたの進むべき未来の方向を示してくれる星のような存在です。そしてオパール、この石ですね。オパールは感情を映し出す鏡のような石です。あなたが無意識に押し込めていた気持ちや願いをそっと表面に出してくれます。それによって心の中にスペースが生まれて、想像力やひらめきが自然と湧いてくるのです。オパールという石は自分らしさを表現する勇気をくれる存在でもあります。完璧じゃなくていい。あなたの感性や好奇心は未来を広げる鍵です。ムードボードを作るように好きなものや憧れを集めてみてください。それはあなたの未来の地図になっていきます。目標が変わっても大丈夫。その度に素材を入れ替えて自分の道を更新していけばいいのです。オパールの輝きはあなたの内側の輝きとリンクしています。あなたが自分を信じるほどその光は強くなるでしょう。あなたは自分の感情を受け入れ、そして想像力とともに、想像力というのは新しく作っていく、生み出していく力です。その力とともにあなたらしい未来へと歩んでいくのです。それがこのカードからのメッセージ。ぜひお受け取りください。今回はあの人は他に好きな人はいますかというテーマです。そして2番さん、ちょっと厳しい内容途中あったんですが、今のあの人、心の拠り所、安心できる場所を求めて、癒しの場所を求めて、いろんなところに行ってる感じが見受けられます。でも最終的に戻ってくるところ、最終的に行き着くところはどこなんだろうっていうところなんですね。そこに焦点を変えていただいて、じゃあどうするのかっていうふうにお伝えさせていただきました。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。こういう動画投稿してほしいな、こういうテーマ取り上げてほしいなっていうことがありましたら、ぜひリクエスト書いてください。次回の動画制作の参考にさせていただきます。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は他に好きな人はいますかというちょっとディープな内容でテーマを取り上げて占っていきます。よろしくお願いします。タロットカードを使って上段があなたとお相手の関係、そして下段の方にお相手と他の異性との関係を見ていきます。はい、それでは見ていきます。上段があなたとお相手で、下段の方が他の異性っていうことで、あなたとお相手仲良くなっていくとか、今順調に交際されていたりとか、これから両思いになっていくっていう可能性がとても高いです。あなたと一緒にいたいなっていうお相手のお気持ちがもう浮かび上がっています。相性いいですよね。あなたがワンドのページ、そしてお相手がワンドの6番、そしてお二人の課題点にワンドの7番、そしてこちらラバーズのカードです。で、下が他の異性に対してっていうところなんですが、まず死神デスのカードと、こちらがワンドのキング、そしてカップのページにカップのクイーンで、ちょっと気になったので1枚カードを補足してペンタクルの7番です。で、もし可能性があるんだったら、このお相手、仕事上でその他の異性の方と絡んでいく機会があるのかなとは思います。でも恋愛関係にはならないけど誤解はされるかなっていう感じですね。お相手としては、リーダーシップを発揮しなきゃなっていうところで、
そうですね、仕事とかそれ以外でも仲間内でも自分が引っ張っていかなきゃな、悩み事を相談されたら聞くしっていうようなスタンスです。でも、じゃあ他の異性と恋愛的にデートするんですかとか、よこしまな気持ちがあるんですかって言ったら、それは全然なくて、で、そしてこのカップのクイーンっていうのは何を示しているのかなって言ったら、関係性を見直したり構築したり、ある程度線を引くんじゃないかなっていう感じがするんです。で、なんである程度線引くのかっていうふうに考えた時に、ここにあなたのところにラバースのカードが出ていること、そしてお相手のお気持ちもバンドの6番っていうカードが出てるので、やっぱりここは線引きをするのかなっていう感じがします。あなたが気になるんだったらしっかりこれは見直すよっていう風に出てるので、気になりますよね。なんかこう自分たちが付き合ったとしても、やっぱり他の異性に対して優しくするのってどうなのかなって、ある程度は受け入れるよっていうスタンスはあなたも取ってるので、仕事付き合いだったらしょうがないかっていうふうに思ったりとか、受け入れるところもあるんだけど、いやでも2人っきりで行くのはやめてほしいなとか、そういうことをちゃんと伝えると、このお相手はちゃんとここで改善してくれるので、優しいんですよね。リーダーシップもあって優しいので、頼まれ事したら受け入れちゃうし、仕事で相談があるんですけどっていうふうに言われちゃうと、あ、分かった、じゃあ仕事終わったらちょっと2人で話でもするみたいなことを気軽にポンって言っちゃうような人なんですよ。だから信頼は寄せてるんだけど、でもある程度はね、線引きしてねっていうところが本当はありますよね。それが交際しちゃったらなおさら。今は片思いだから言えないけど、もし付き合って自分が正式な恋人になったら、やっぱりちゃんと線引きしてもらおうっていうふうに思ってると思うし、それは正しい。なので、それはちゃんとお相手も分かってくれるから、なんでそういうこと言うのっていうふうには言わないから、ちゃんと分かってくれるので、気持ちを汲み取って線引きしてくれると思います。デートするとか、他に好きな人がいるからその子を狙って誘うとか、そういうことは全くないので、そこはね、安心してください。で、他の異性なんですけど、可能性としては、あのサイクルが終わってるので、誰かと別れたばっかりっていうようなお相手もいるかもしれません。なので、人間関係がリセットされて、今この近くに寄ってくる他の異性があんまりいないのかなっていう感じです。なんかデートもできていないだろうし、デートしたとしてもあんまりなびかないような、そもそもそういう気が起こらないような今の現状なので、ただ優しいなっていう感じはするし、周りの人からのアタックっていうのも多分ないと思うので、そういう心配はしなくてもいいと思います。ただその異性との絡みは多そう、そういう仕事に疲れていたりとか、環境的にそうなのかなっていう感じです。人の悩みを聞いたりするので。なので、人が絡んでくるようなお仕事に疲れてると思うので、心配だなっていうところはあると思うんですが、でも最終的にこのラバーズってすごく強くって、あなたとコミュニケーションをとっていく、密にやり取りする、約束するとか、もちろん恋人になっていくっていう、そういう流れになっていきます。なので、あなたが諦めなければこの恋掴み取っていける可能性すっごくありますよって、お相手もワンドの6番って言って、あなたに対して良い印象を抱いています。お互いがそう思ってるので、ぜひこれ両思いに向けて駆け抜けていってほしい。そして恋人になった時に、そこで初めてお相手に対して、ここをやっぱりちょっと線引きしよう。例えば仕事の相手でも二人きりでこう出かけるのはちょっとなっていうことを言ってくれると、ちゃんと改善してくれると思います。はい、ということで、ルノルマンでアドバイスカードもらっていきましょう。じゃあ、私ってお相手にどういう風にアプローチしていけばいいのか、アドバイスカードもらっていきましょう。まずはこちらのカードと、もう1枚切っていきますね。はい、ハートとレターのカードです。そしてラッキーカラーも出していきましょう。いいですね。その手紙っていうのは自分の気持ちを伝えるってことなんです。お相手からのお誘いを待つだけではなくて、その自分からもやっていこうっていう気持ちが今あなたの中にもありますよね。自分の可能性信じてください。そして
まずはその正式にお付き合いするまではお相手の交流関係には口を出さないっていうことで、静かに、見ているような感じで、正式に付き合ったら、ここに口出していってもいいのかなっていうところで、今はその自分の気持ちを伝えるっていうことを優先してください。自分の気持ちっていうのは他の異性に対してどうこうではなくて、自分とお相手が仲良くなるための気持ちの伝え方、アプローチの仕方っていうのをやってください。連絡をするとか LINE やメールを送るっていうのがすごくおすすめです。自分の誠意、あなたの誠意が伝わっていきます。ではここでオラクルからのメッセージもらっていきましょう。この人、今人間関係新しいサイクルに入ったとかリセットされているような状態なので、他の異性っていうのがあまり感じられないような状態です。はい、ではフェアリーのオラクルです。こちらのカードは、賢く、そして願っていくっていうカード、そしてこちらがメディテーション、瞑想ですね。気持ちを整えること、精神統一、失礼しました。そしてこちら、自分を大切にして優しくケアすること、ピンク色のお姫様のように自分を甘やかしてもいいですよというカード。あとはラッキーカラーはシルバーです。照らす光は正常な光、はい、クリアにすること。そしてこちらもラバーズですね。ラバーズ2枚目ですね。ここ2枚揃っています。はい、リンクしましたね。ということで、この2人のご縁とかつながりっていうのを大切にすること、そしてコミュニケーション、お相手の近くに入れるっていうことはすごく温かいことなんだってことをお互いが感じ合うこと、これがすごく大切です。ではオラクルからのメッセージをもらっていきましょう。愛をつなぐ優しい循環を。今のあなたはお相手と心を通わせる準備ができている状態です。気になっているお相手とそのご縁を深めるチャンスが巡ってきています。焦らずに日々のやり取りを丁寧に重ねていくことが2人の間に優しい橋を架けていくでしょう。つながっていきましょう。つながりを大切に。そしてご縁を深めるためのアクションをお伝えします。一つ、優しさを言葉にして伝えよう。これですね。自分の気持ち、ときめきや優しさを伝える。ありがとう、会えて嬉しいな、お疲れ様。そんな日常の小さな言葉を惜しまず伝えていきましょう。思っているだけでは伝わりません。声にすることでお相手の心にもぬくもりが届いていくでしょう。そして2つ目、丁寧な見た目のケアをすること。好意を寄せている人と会うときは髪を整えたり、肌を滑らかに保ったり、服を丁寧に選ぶなど、自分が心地いいと思える見た目を心がけてみましょう。特にピンク系ですね。ピンクベージュやローズ系のアイテムというのは、あなたの柔らかさや親しみやすさを引き立て、相手の警戒心をほどいてくれます。このピンク色っていうのも取り入れてください。そしてラッキーカラーはシルバーでしたね。シルバーはアクセサリーに用いると良いでしょう。あとは五感で満たされる時間を持つことです。リラックスできる香りのバスソルトで湯船に浸かる。柔らかい素材の服でくつろぐ。好きな音楽を流す。自分自身を甘やかしてあげる時間はあなたの魅力をさらに高めてくれます。まずはあなたが満たされていること、それが愛される準備につながっていきます。ではおすすめのアイテムをご紹介します。一つ、ふわふわのルームウェアです。特にピンク系がおすすめ。二つ目、ローズ系のハンドクリームや香水。三つ目、小ぶりなハートモチーフのアクセサリー。四つ目、日記帳やメモ帳。思いや感謝を言葉に残しておく習慣をすると良いでしょう。愛されたいと思うのと同じぐらい自分のことを大切にしていいのです。あなたの優しさや思いやりはもう十分お相手を癒せるものです。そしてそれは鏡のようにあなたにも返ってきます。少しずつ温かい気持ちを行動に変えてみましょう。そうすれば自然とお相手の心もあなたの方に近づいてくるでしょう。コミュニケーションがね、嬉しいコミュニケーションができますから、それを信じて、もう他のことは気にしない。自分とお相手の二人っきりの世界に浸っていく。そして賢く願うっていうカードが出ている通り、あなたがその
賢さを持ってね、どうやったらお相手ともっと仲良くなれるかなっていうことを考えたりとか、どうしたら自分の心を保てるかなっていうことだったり、頭を使うってことです。どんな文法を使ったらお相手に響くかなってことを工夫してみることも賢く頭を使うことになりますよね。なので賢く、そして自分の願いを伝えていく、これがキーワードです。そしてシルバーっていうのは昔からお守りの色と言われていました。邪気を払う色ですね。なのでネガティブな思いを取り除いてくれます。シルバーのアクセサリーを身につける、またはこちらのピンク色のものを身につけるっていうのもおすすめです。では、オラクルカードからメッセージもらっていきましょう。あとね、こちらのメディテーションっていうカードもあったので、困った時は瞑想しましょう、リラックスしてって、そういうメッセージも入っていました。こちらの選択肢のメッセージは、止まらない前に進む力というカードです。キーワードは勢い、活力、推進力ですね。このカードのメッセージは、頑張っているのになかなか結果が出ない、そんな風に感じる日もあるかもしれません。でもあなたが積み重ねてきた小さな努力は確実に未来を動かしていきます。まず火星ですね。火星は行動力と情熱を象徴する星です。あなたの中には困難に立ち向かう力がしっかりと備わっています。そしてパイライト、この石ですね。パイライトというパワーストーンは、この火星のエネルギーをサポートする石です。集中力を高めてやる気を引き出してくれる頼もしい存在です。火星とパイライト。このパイライトは目標に向かって進み続ける力を与えてくれます。例えば朝の5分間、自分が昨日できたことに感謝してみるだけで心のエネルギーが整います。その後で今日はこれをやってみようと小さな目標を立てると、自然と前に進む力が湧いてきます。パイライトの輝きはあなたの意志の強さそのものです。部屋の四隅に置いたり、ポーチに入れて持ち歩いたりすることで、日常の中に前に進むエネルギーを取り入れることができます。あなたのその努力は必ず次の波を呼び寄せます。焦らず、でも止まらず、その姿勢が未来を切り開いていく鍵です。あなたは小さな一歩を積み重ねて、パイライトのように輝きながら、未来へと歩みを止めず進み続ける力を持っています。自分を信じて、自分のハート、お相手の心を信じて進んでいってください。今回は、あの人は他に好きな人はいますかということで、あなたとお相手の恋の近未来と、あと好きなお相手が他に気になる人がいるのかどうかっていうのを同時に見ていきました。そしてあなたに今必要なメッセージとしてオラクルカードからのメッセージをお伝えしていきましたので、開運アクションやラッキーカラーなどぜひ取り入れてみてください。これからも様々なリーディング動画を投稿していきます。こんな動画あったらいいなとか、こういうテーマ取り上げてほしいなっていうリクエストがありましたら受け付けていますので、コメント欄にぜひ書いてください。次回の動画制作の参考にさせていただきます。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チラでした。今回のリーディングは以上となります。あの人は他に好きな人はいますかというテーマを取り上げていきました。今回テーマ的に少しディープな内容になったんじゃないかなと思います。気になるけど聞きたいようで聞きたくないような、そんな深いテーマを取り上げていきました。他に好きな人はいますかということで、毎回このテーマを取り上げるとどうしてもネガティブな感情が生まれてきてしまいますとか、不安が強くなってしまいますとか、そういう意見をいただくんですが、どうぞこの怒りの感情とかっていうのをどんな風にコントロールしていくのかっていうのところに目を向けていただけたらなと思います。もうはっきりしてよお相手っていう風に思ったりとか、もうじゃあいいですって思ったりとか、じゃあもう少し頑張ってみようかなっていう風に思ったりとか、いろんな様々な気持ちが交差すると思うんですが、その中で自分が何を望んでいてどうなりたいのか、お相手にどんなことを期待しているのかっていうのもしっかりと見えてくると思います。今一度ゆっくりと時間を過ごして自分自身の心と向き合う時間をとってみてください。はい、ということで今回選択肢のカードなんですが、
これね、パワーストーンの絵柄がここに書かれていることと、あと惑星だったりとか、これはドラゴンヘッドノースノードといって、ポイントですねだったりとか、これはチャクラですねがここのバッグに書かれていたりして、とても面白いカードになっています。私が気に入っているオラクルカードの一つなんですが、チャクラ、惑星、そしてパワーストーン、全部が組み合わさっているカードです。今回はこのような選択肢を選ばさせていただきましたが、皆さんどれをお選びいただいたでしょうか。とても素敵なカードで気に入っております。はい、こちらは、おすすめされて購入したものです。はい、おすすめしてくださったのは、こちらのガイアブックさんにおすすめしていただきました。はい、そして購入させていただきました。では今回もコズミックバーオラクルカードより共通メッセージもらっていこうと思います。少し切りながら雑談をしていこうと思います。今そのオラクルカード、この選択肢と絡めて今思っていることが、サブチャンネル開設していまして、星読みのチャンネル行っています。星読みプラスちょっと自分のオリジナリティを少し合わせて、モダン中のモダンみたいな感じでやらせていただいてるんですけれども、そこでですね、もっともっとこう、どうやったらうまく伝えられるかなっていう自分自身の中の、勉強中といいますか、もっと高みを目指してっていうことを常に忘れないように、自分自身の中でも改善を繰り返しながらやっているんですね。でそして12星座ごとの毎月の運勢っていうのも、その私なりに受け取ったメッセージを織り交ぜていきながらお伝えしているので、もしよかったらご興味のある方はサブチャンネルも覗いてみてください。はい。で今回ね、このねノースノードだったりとか、あとは火星とかね見ていると、この、占星術、星占いのことを思い出していて、なんかそのことも今触れようかなっていうふうに思ってお話しさせていただきました。では、こちらから1枚今のあなたに必要なメッセージをもらっていこうと思います。はい、では見ていきましょう。こちらからもらっていきましょう。このカードですね。フローズンバイオレット。抑えていた悲しみや他人にされたこと、過去の自分を許していきましょう。このすみれ色の思いを溶かす時がやってきました。フローズンバイオレット、すみれ色の思い出が凍っていた、まだ溶けていない、許されない気持ちとか、怒りとか悲しみとか、過去に負った深い傷、まだ凍っていて温かく溶けていない、これを溶かす時が今やってきてるんだよっていうことと、抑えていた悲しみや他人にされたこと、嫌だったこと、そして過去の許せなかった自分も今許そうって、そういうメッセージですね。過去を癒す。これが今の共通メッセージとして入ってきましたので、お受け取りください。こちらのコズミックバーオラクルカードもすごく気に入っているカードの一つです。すごくおしゃれですよね。絵柄もおしゃれだし、カクテルがすごくおしゃれだなっていうふうに思って見ています。色合いもすごく可愛いので気に入っています。今回お気に入りのカード揃えてみました。いかがだったでしょうか。ぜひカードの絵柄も楽しんでいただけたらなと思っています。では今回はアフタートーク以上となります。なんか時々アフタートーク楽しみにしてくださっているというコメントを見かけるので、すごくありがたいなと思いつつ、あまりフリートークができていなくて申し訳ないって気持ちと、できるだけこの自分の語りっていうのをアフタートークに持ってくるように意識しています。でアフタートークもなるべく短くなるようにまとめているので、あんまり自分の話っていうのをしないように心がけているので、ただ楽しみにしていますっていう風な声を聞くと、何か喋った方がいいのかなっていう風な気持ちにもなるので、時々こうやって少しずつ話をするようにしています。こちらも楽しんでいただけたらなと思っています。そろそろですね、ライブ配信行いたいなと思ってるんですが、皆様いかがでしょうか。ライブ配信で、前のようにね、プチ個人鑑定占い受け付けようかなって思ってるんですね。どうかな。今アフタートーク最後までご覧いただいている方、そんなに多くないかもしれないんですが、やってほしいっていうコメントがあったら、ライブ配信近々考えようかなって思っています。よろしかったらコメントください。
では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。そうですね、なんか最後までご視聴いただいている方向けに、なんかこう特別なギフトなどあればいいなっていうふうに思っているので、ライブ配信ね、そのコメントくださった方だけ受け付けようかなっていう、そういうサプライズもいいかなっていうふうに思っています。もちろんその後に皆さんからお受けするってこともやろうかなって思ってるんですが、優先的に見させていただこうかなっていう風な気持ちではあります。はい、ここ別れ時ですね。最後まで見てくださっている人が得をするっていう、そういうことも少し取り入れようかなと思っています。感謝の気持ちをお返ししたいっていうことで。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちなでした。